Peggy 16. 皆さんこんにちは。モンスターハンターワールドアイスボーンプロデューサーの辻本です。今回も、皆様にアイスボーンのゲームの情報をお伝えしたいと思っております。エグゼクティブディレクター、アートディレクターの藤岡要です。よろしくお願いします。ディレクター市原大輔です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、今回も、いろいろ、ゲームの情報をお伝えしたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。This old Everworm, from what we know, has the power to obliterate ecosystems from their very foundation. We must stop it no matter the cost! You've seen it? It was long before the first fleet was dispatched. There was an explorer searching for the new world. I hoped our paths would cross again. What is... Songs. The ecosystem. Old Everworm. Is this... about Velkhana? We need the Dragon Razor ready now! We've discovered unnatural fault lines all over this place. This all points to frequent seismic action throughout the area. Wait a sec. The old Everworm. Master! This may be a 5th fleet assignment, but your master left you something to find. If you don't chase that truth, then it will be lost forever. Come with us. Hunters, fight hard and stay smart! Hey! It's real.はい、というわけで今見ていただきました映像の方ですが、今回ですね映像って結構ストーリーの方のシーンも多かったと思いますので、先ほど出てきた映像の中の説明させていただきたいと思っておりますので、まずはですね、ストーリーのところで話せる範囲で話していただけたらと思いますので、話せる範囲でそうですね。今回は、ストーリートレーラーの第2弾ということで、もう少しそのお話に、踏み込んだ形で、前回は、受付嬢だったんですけど、今回は、フィールドマスターであったりイベルカーナがどう関わってくるのかみたいなところが、少し感じてもらえるような、PV になってると思いますね。ワールドの時よりもカットシーンとかでも、いろんな NPC とかもちろん自分もですが、入ってるシーンも結構多いですよね今回ね。そうですね。ワールドの時はどうしても世界観をすごい重視して説明したくちゃいけなかったので、なぜ新大陸が
あってとか、調査団って何をしている人たちなのみたいなのを結構、物語に入れてたので、今回はそういったことは基本的には、説明できているので、もう少し各キャラクターのバックボーンとか、そういったものに触れれるようなストーリーにできたらいいなと思って、今回は受付嬢であったりフィールドマスターであったり、ちょっと調査班リーダーが今度成長していくようなお話も盛り込まれてますので、ちょっと見どころになるかなと、思っております。はい、次はですね、先ほどのプロモーション映像にも出てましたモンスターの紹介をしたいと思います。まずはこのモンスター、ブラッキリオス。モンスターハンタートライ G で、初登場した、その時のメインモンスターとなりますね。基本は青い口角を持ってる、モンスターなんですけど、前足の先端と頭部に緑色の光る、物体があると思うんです。あれ粘菌なんですよ。でこの粘菌っていうのが特殊で、粘菌を付着させることで、その粘菌が活性化して爆発するっていう、なんていうかな、そういう粘菌と共存しているモンスターですね。過去のブラキリオスってとこはもちろん、備えたまんま、いくつか新しいアクションを追加してましたりとか、粘菌、アクションによって爆発する時間がちょっと違ったりとかするので、ちょっと過去ね、ブラキリオスとやり合って、俺はもうブラキリオスマスターだぜみたいなハンターもちょっとそのまま一筋縄でいくかしらっていうところはちょっと楽しんでもらえればなと。ちょっと足のね絡め取るようなもんもたまに、そうですね、ちょっとこっちの方から出る、やつとかね、粘菌は、そうなんですよ、なので今まで以上にちょっと立ち位置を気にしながら、ね、立ち回ってもらうっていうのが、今回のワールド仕様のブラキリオスになっております。次はですね、ベリオロスとなっております。ベリオロスはですね、モンスタートライの時に、登場したモンスターですね。白い飛竜で、表情でもすごい、素早い動きをする、特徴的なモンスターですね。スパイクを使ってフックにして、表情でも自由自在に動いてくるっていうモンスターです。アクションの方はもともと独特のテンポ感がある生と動の緩急を使い分けてくるモンスターで、その辺はしっかりと再現してますし、モンスター側もモンスターハンターワールドなんで環境利用をしてくるような、壁を使って攻撃をしてくるようなアクションがあったりとか、最初結構手強かったりすると思うんですけど、しっかりとV 破壊を狙っていって攻略していってもらえれば、そうですね、狩猟できるんじゃないかなと思います。次はですね、前回のプロモーション映像でディノバルドを紹介させていただいたんですが、今回の映像の中にですね、なんとディノバルドの亜種、こちらの方が収録されてますので、そちらの説明をさせていただきたいと思います。シリーズ初登場となる亜種ですね。ディノバルドって尻尾がすごい特徴的ですよね。今回亜種はですね、正気の谷に順応したディノバルドという形で亜種として設計させてもらってますね。通常種の方のディノバルドが体験をイメージして作られたモンスターなんですけど、ディノバルド亜種の方はタチをイメージした、獣種のモンスターにしておりまして、尻尾に腐食性の強い結晶がついている状態だと、ちょっと範囲の大きな攻撃でなぎ払ってきて、ハンターの方の防御力をダウンさせるような属性を付与してくる。それを食らわないように立ち回ってもらって、モンスターの側が尻尾を研いで立ちになると、今度素早い点を攻めてくるような攻撃をしてくるので、そこで防御力ダウンを食らっていると結構大ダメージになる感じのモンスターなんで、そこもうまくその防御力ダウンにならないようにしつつ、研がれた時もうまく立ち位置を考えながら、攻めていくような戦い方、立ち回り方をしてもらえればなと思います。なので尻尾を研いだ時っていうのが一番実は強力な状態になりますので、その時間をいかにしのいでいくかみたいなところが、ちょっと、通常種とは違うゲームデザインになっております。今回はですね、ディノバルド亜種の方を紹介させていただきましたが、一部もう公開されてる、亜種もいますけど、他にも、モンスターハンターワールドアイスボーンには、亜種登場しますので、ご期待ください。そしてですね、今回の映像の一番最後に出てきたシーンありましたね。あれ皆さんかなり気になってると思いますが、モンスターはですね、実は今回のアイスボーンから登場します新モンスターとなっております。名前がですね、メロミエールという名前のモンスターでして、これちょっとあんまり詳しいことは言えないんですけど、軽くだけ紹介してもらえたら。水を使う古竜ということで、古竜をテーマに今回やっぱ描きたいっていうのがワールドがずっとあって、氷の古竜としてイベルカーナを描いて、いろんな属性の古竜出したいっていうのがあって、
水の古竜っていうのを今回、やりたいねっていうことで、挑戦してます。遊び応えのあるモンスターになってますので、期待しておいてもらえたらなと思います。はい、そしてですね PV の中で少しシーン出てましたけど、新たな獣人族としてボアボアという、キャラクターが出てきます。まあ、凍て地にもやっぱり獣人族います。まあ、よく見てもらうとこう毛皮みたいなのかぶってるんですよ、頭にね。であれ実はポポの毛皮でして、でポポのようにこう自分を大きく見せて、で、より自分の強さを誇示してるっていうような、獣人族になります。独特の文化を持ってまして、ハンティングがうまい、強い生き物とかハンティングがうまい人とかっていうのを、尊敬するというか、評価するような文化を持った、獣人族なんで、そういう部分でちょっとハンターと交流を深めながらいろんなクエストクリアしたりとかしてもらうことで仲良くなっていけるお話になります。そうですね。はい、というわけでは今回はボアボアという渡りの凍て地で出てくる新しい獣人族、紹介させていただきましたけど、他にも獣人族がいて、しかもこの、前紹介したモンスターライド、こちらはこの獣人族との関係というんですかね、そういうのがすごく影響するって聞いてますけど、でそれぞれの獣人族と交流を深めていくことで自分の連れているお供がモンスターの乗り方を教えてもらえると。でしっかり各地のこう獣人族と仲良くなってもらえればと。指笛が使えるようになる。そうですね、ライドコードの指笛が使えるようになります。はい、次はですね、今回のモンスターハンターワールドアイスボーンのメインモンスターとなるイベルカーナ、こちらのあんまり今まで説明できてなかったんですけど、今回は、今までよりはちょっと詳細に皆さんにお伝えしたいと思っております。イベルカーナですね、氷を使います。特殊な氷の使い方をするんですけど、基本的にはこうブレスで吐いたりっていうような形でこう冷気を吐き出すんですけど、それがいろんなものにこう当たった場合、そこにこう氷柱のようなものがこうバーッとできるんですね。その氷柱を利用した遊びっていうことが結構展開されるモンスターになりますね。イベルカーナ自体がこの、映像をご覧いただくと分かるんですけど、氷をね体にまとうんですよ。でこの氷をまとってる時っていうのはイベルカーナが自分の力をこう使いこなせる状態になるので、これをなんとか抑え込みたいっていうのがハンターの立ち回りになってくるかなと思うんですけど、このまとってる氷をこう攻撃して剥がしていくことでそのイベルカーナの氷の能力を抑えていくことができるんで、そういうところをこう意識しながら立ち回ってもらうとちょっとこう攻略に糸口がつかめるようになるんじゃないかなと思います。今回ご紹介できるモンスターは以上となりますが、まだですね公開されてないモンスターもいますので、今後の情報にご期待ください。それではここからですね、モンスターハンターワールドアイスボーンの発売日に、配信されますタイトルアップデートの、内容のご説明と、モンスターハンターワールドからの変更点を、皆さんにお伝えできたらと思っております。こちらのですね量も多くなりますので、この後、藤岡、市原の両ディレクターから、ご説明させていただきたいと思っております。こちらの内容ですね、一部ゲームの方の調整が入る部分もありますが、よりですね、このモンスターハンターワールドを、楽しく遊んでいただくように、開発の意図も、交えてご説明させていただきたいと思いますので、ぜひご理解のほどお願いできたらと思います。アイスボーンに、アップデートされるワールドがアップデートされた場合にやっぱりマスターランクっていうのが足されることになるので、マスターランクを有意義に遊んでいただくためにも、いろんな部分でちょっと調整を入れないといけないといった部分がやっぱ、少なからずもありますので、そのあたり、今回できる限り公開していきたいなと思っておりますと。武器の、使用の方の説明、をさせてもらおうと思います。既存の、仕様の方にも、一部調整入れてますんで、アイスボーンを踏まえての、調整になっているので、インパクトのある、内容になっているとは思うんですけども、マスターランク、に向けてちょっと遊び心地を担保したいというところで、今回調整入れています。まず大きなコンセプトというか、調整のコンセプトみたいなところがありますので、そのあたり少し市原の方から、説明してもらいます。モンスターハンターワールドアイスボーンで、全体的にこう調整をかけるにあたり、2つ、大きな
部分を注意しながら調整を入れさせていただいております。で、一つは、属性武器っていうのが、比較的有用性が低かったところがありましたんで、その属性武器の有用性を上げる施策と、アイスワンが追加されることで、より上位の武器、上位の防具スキルっていうのが出てくるので、その辺の鳴らしを行っております。で、この2つを、全体的に、ゲームバランスの調整という形で、手を入れさせていただいております。少しワールドの方でも無属性武器に終盤偏ってしまう部分っていうのがどうしてもあって、モンスターだとやっぱいろんな属性があって、モンスターの弱点があったり、プレイヤーの優位になる属性、不利になる属性みたいなものがいろいろある中で、いろんなゲームデザインしてるんですけど、ちょっと、ワールドの方は終盤無属性に偏ってしまったかなという部分が一部あったので、その属性遊びっていう部分をなるべく幅広く、皆さんにも楽しんでもらいたいっていうので少し調整を入れております。でちょっと細かい部分にはなるんですが、全体的な、調整箇所のご説明をさせていただきます。まずはその全武器に影響するお話なんですけど、属性の上限値ですね、スキルを、乗せていった時に、どんどん属性の攻撃力って上がっていくんですけど、その属性の上限値っていうところに、キャップがかかってた部分があったので、そこをちょっと開放しております。スキルで上乗せしていって、属性値がどんどん上がっていった時の上限っていうのがぐっと引き上げられていると。スキルビルドをこうしっかりとやっていく中で、属性をどんどん積んでいった時にそのスキルがしっかり生きる形の調整を行いました。では、そういう形で属性周りの、性能の引き上げを行ったのに伴いまして、武器の威力値ですね、各武器のアクションの威力と、その威力を踏まえて武器の全体のバランスの調整も、行わせていただきました。まず体験に関してからなんですけど、今回新しいアクションで、新ため切りの出せるまでの手順っていうのを、ある程度詰めることができるようになったので、全体的なそのダメージ値を出しやすくするために、主にため切り1と強ため切り2段階ですね、威力とあと属性ダメージの補正、状態上のダメージの補正をちょっとずつアップしております。で、合わせて新ため切りの方なんですけど、こちらは、威力と V ダメージの方をちょっと下げさせてもらってまして、属性値の方だけはプラスさせてもらってます。で、体験の立ち回りとしてため回りを規定に立ち回ることになるので、ため切り派生のアクションの方を取り回しやすく調整入れさせてもらいました。ため切り以外の部分では、飛び込みなぎ払いと、あと強なぎ払いの方ですね、この辺の属性値、状態異常補正値だったり、威力の方もわずかにアップさせております。対して、ジャンプ切りの方が前回ワールドの方ではちょっと強かったっていうところがあったので、ジャンプ切り周りは、威力値を下げさせてもらっておりまして、代わりに乗り状態からの攻撃ですね、乗りダウンを取るまでの攻撃を威力値を上げてますので、乗りに行ければダウンは取りやすくなるような形の調整を入れております。細かいところですが、スライディングからの攻撃とかも属性補正値、状態異常値の方をわずかにアップさせていただいております。太刀に関してなんですけど、見切り切りの方なんですけど、見切り切りのアクション自体がかなり強いアクションになってますので、判定時間の方を少し短縮させていただいたのと、威力値自体をわずかに下げております。たちは鬼人斬りの方がメインの攻撃手段になってくるかなと思いますので、鬼人斬り3の1ヒット目と2ヒット目の威力を少し上げさせていただいております。霊気ゲージを上げていくときにこの辺の攻撃を上げていくことになるので、ベースのダメージアップという形の調整を入れさせていただいております。乗り成功後の、鬼人4連切りの、モンスターの頭部に対する4回目の攻撃の威力がダウンします。アイスボーンの方で追加するアクションも踏まえて、全体的には非常にバランスを取ったつもりではあるので、どちらのアクションも踏まえて、武器を使っていただければなと思っております。双剣の方がちょっと全体的に下方修正を行わせていただいております。やっぱ手数が多い双剣が、こういうスキルビルドによって属性値が上がっていくことでかなり跳ね上がっていく、仕様に、マスターランクのはなっていますので、そこで、属性遊び、スキル遊びをしていただいて、この元値をどんどん上げていってもらうといった感じが、遊び方としてはすごく理想だなと
いうことで今回ちょっと思い切った数値をで調整させてもらってます。さらにその、アイスボーンの方で追加される、スキルの方にも連撃的に手数を、当てていくことで属性値が上がっていくような新スキルっていうのをご用意してますので、その辺との組み合わせっていうところもありまして下げさせていただいております。ではハンマーですか、次は。そうですね。ハンマーの方は、情報修正を行わせていただいておりまして、ため系の攻撃の気絶値の方を、上げさせてもらいました。役割としては、3を取っていく形の武器なので、その武器種の個性が生きるような形に調整を入れさせていただいております。終了笛の方ですが、左右の分回し攻撃をちょっと出が速くなるように調整入れさせていただいておりまして、後方攻撃の方の火力も上げさせていただいております。で、演奏効果と、笛を持って、ちょっとモンスターと立ち向かうというところも可能なように調整を入れさせていただきました。新アクションと合わせてね、そうですね、運用してもらうとかなり立ち回りしやすく調整されていると思います。では次、スラッシュアックスですね。スラッシュ、スラッシュアックスについては新アクションの方で斧強化が入りまして、スラッシュアックスの武器自体が、斧と剣を切り替えながら立ち回ってほしいというコンセプトの武器なので、全体的に剣側を多めに威力アップを入れております。斧の方もちょっと使いにくかった部分とかは調整を入れさせていただいておりまして、全体的なベースアップ底上げを行っております。切り下がりのモーションが、使い勝手はあまり良くなかったので、ちょっと情報を攻撃しながら、切り下がるようなアクションに変更させてもらってます。ちょっと打点の高いところ、尻尾だったりとか、狙いやすいアクションに変更させていただきました。今までの分っていうのは、距離的にも担保されている状態で、上が追加されて、ちょっと切り上げで、多少高いところにも当たりやすく、なっていると。ですかね。変形切りだったりとか斧の叩きつけだったりとかっていうところを攻撃力を少しアップさせていただいておりまして、で、その他の部分でいうと属性解放の爆発の威力だったりとか、強属性瓶を使った時の属性ダメージの強化だったりとか、属性解放フィニッシュの爆発の方とかの威力の倍率を上げております。続きましてチャージアックスなんですが、立ち回り的に、超高出力を打つだけが正解みたいな形の武器になってしまっているところがありましたので、高出力の方の威力を少しダウンさせる代わりに、斧状態剣状態の通常の攻撃側の威力値の方を全体的に上げさせてもらっております。強属性瓶使用時の超高出力属性解放切り、属性解放切りの爆発の属性補正を少し下げてるんですけど、これ当てた時の、爆発の当たりの感覚をこうぐっと密集させる調整を入れてるので、今まで以上に狙った場所に当てやすくはなってるので、そういうところをちょっと触ってもらって確かめていただければなと思います。次に総中根ですが、総中根の方はジャンプと芯切りの方の威力を少しだけダウンさせてもらってまして、代わりに乗り蓄積値の方をアップしております。総中根が乗りを狙っていく武器っていうところがありますので、そのように調整入れさせてもらいました。乗り移動の攻撃のところのダメージの方も全体的に上げさせてもらっております。さらに両中ボーナスの方も全体的なアップを行いましたので、ご確認いただければと思います。次に弓ですが、他の武器種と比べるとやはりちょっとダメージが出過ぎているところがありましたので、ちょっと全体的な下方修正の方を行わせていただきました。具体的なところでご説明しますと、通常うちのレベル 1、2 が、V ダメージ、属性補正値ともにダウンしております。通常うちのレベル3、4は、属性補正のみダウンしております。矢の数が、3本4本と飛ぶので、それに全部乗っているという形になってたので、その辺を調整入れさせていただいております。号車の方もレベル 1、2 は V ダメージ、属性補正値ともにダウン。レベル3、レベル4の号車についても属性補正値の方を少しダウンさせていただいております。で、局車の方は、全体的に気絶値の方を下げております。竜の一矢の方はレベル 1、2 が、固定ダメージ値のダウンと、V ダメージ属性補正値の方を少しダウンしております。竜の一矢レベル3、4は固定ダメージ値を少しダウンさせて、V ダメージ値の方も少しダウンとなっております。壁登りからの射撃の方もレベル3、4は威力値をダウンさせており、固定ダメージ値、V ダメージ値の方もダウンしております。
壁登りのレベル4の射撃については属性補正値、状態時補正値も少し下げております。弓に関しては手数というよりも1回発射されるごとに4発5発と矢が当たってその全てに倍率がかかってしまっていたので、その辺も踏まえてちょっと弓の方も下方修正させていただいております。ボウガンの方もはい一部、調整を行っている仕様がありますので、ちょっと説明しましょうかね。3段の方なんですけど、3段の方が、上下、左右の幅はしっかり取ってたんですけど、上下の幅が、ちょっと、ちっちゃくて当たりにくいっていう状況があったんで、上下の幅広げさせてもらっております。はい。各3段についてなんですけど、弾が上昇中に、モンスターに当たってしまってその場で爆発してしまうっていうのがちょっと使いにくいっていうところがありましたんで、上昇中は、当たりがない状態で、下降中に、当たると小爆弾が出て爆発するような形の挙動の変更を入れております。はい、次に、ライトボウガン、ヘビーボウガンの、弾に関しての威力のお話になります。属性弾の方についてなんですが、火炎弾、水冷弾、氷結弾、電撃弾の方の物理の方を少しアップさせていただいておりまして、属性補正値の方がちょっと暴れてたので少し下げさせていただいております。ヘビーボウガンに関してのみですが、特殊弾の再利用までの時間を少し短くなる調整を入れさせていただきました。次はスキルについてですね、防具に紐づく大事な部分なので、その辺の調整した内容を紹介させてもらいます。スキルの方を、いくつか調整させていただいておりまして、有用性の低かったスキルっていうのを調整仕様変更を行っております。毒属性のスキルに関してですけど、今までは毒になっている時間を短縮するっていう形だったので、毒になった時に食らうタイミングがずっと同じなので、スキルを重ねても、解消するまでに食らうダメージは変わらなかったんですけど、今回その毒を食らう間隔を伸ばす形に仕様変更しているので、早めに回復薬を使うと被害が少ないというような形のレベル1とか2とかでもスキルの恩恵が受けられるような形に変更しております。体力少ない時とかね、そうですね、ちょっと間に合わんみたいなところがもうちょっと、軽減できるかなといった感じですかね。次、気絶耐性なんですが、レベル 1,2 に関して 30%、60% のところを 60%、90% に、情報修正しております。で、腹減り耐性の方ですが、こちらも、レベル 1,2 が、30%、60% だったところを 50%、100% という形の情報修正を行っております。で、防御力ダウン耐性、こちらが、レベル1、レベル2が 30%、60% だったところを 50%、75% に情報修正してます。属性やられ耐性も同じくレベル1、2が 30%、60% のところを 50%、75% に上げております。昆虫標本達人の方も、レベル 1,2 で情報修正入れております。整備に関して装備が今回装飾品を入れるようになったりとかするので、こちらも情報修正入れさせてもらってまして、レベル1、2、3が、5、10、20% っていう倍率だったんですけど、10%、20%、30% に、情報修正しております。もうレベル1、2が結構体感的にも薄かったりとかして、ちょっと1を積む意味があんまないなとか、っていうところもちょっと体感的に上げたいなと。例えばその気絶耐性とかだと、100% ならないっていうところが、一つの区切りにはなってくるんですけど、そこから1個下がったのが 60% だとちょっとあんまり体感がない。そうですね、バランス的に選ぶ選択肢にならなかとなので上げさせていただきました。起源ジャンプ攻撃が強化される、こちらが 1.1 倍から 1.3 倍に、上げております。シリーズスキルになるんですが、属性武器の有用性を上げたいというところの意図で強化されているのが、快進撃の特殊と快進撃の、属性の方が、全体的に情報修正しておりまして、代わりになんですが、無属性強化下方修正させてもらっております。マスターランク用に全体的にちょっとバランス調整させていただいたものがありまして、防御のスキルなんですが、こちら防御力プラスがついていたところを、倍率がさらに上がるようにしたので、そのマスターランクで防御力の数値がどんどん上がっていくと、ちょっと小さい数字だとあまり効果が得られないようになるので、倍率で上がるような形の調整を入れております。なので、基本種値がでかければでかいほど恩恵がある、ある形に変更しております。次に砲撃手ですが、こちらもマスターランクのモンスターに合わせて情報修正を行いました。レベル1が2が 1.1 倍 1.2 倍だったところを 1.5 倍2倍に、上げております。
次に KO 術ですが、倍率の方を上げさせてもらってます。レベル123で 1.1、1.2、1.3 倍という倍率だったんですが、1個ずつ上げて 1.2 倍、1.3 倍、1.4 倍とレベル123の情報修正を行っております。同じくスタミナダッシュの方も 1.1、1.2、1.3 倍の倍率を 1.2 倍、1.3 倍、1.4 倍に上げております。次が、ちょっと名称の変更のご案内になるんですが、綿帽子層の知識というスキルなんですけど、こちらをもうちょっとスキルの発動条件っていうところの幅を広げまして、環境利用の知識という形でアイスボーンで登場する新しい草だったりとか、その辺にアクセスしても効果が得られるスキルに上げております。さらに効果の方もアップさせてまして、回復量の方が、20、35、60回復だったところを50、80、100回復に、情報修正しております。で次に、クライマーというスキルがございまして、壁ツタに捕まっている時に消費するスタミナが減るというスキルなんですけど、スタミナ消費量が 25% 軽減だったのを 50% に情報修正しています。でこれはクラッチクローで捕まった時にも効果があるので、クラッチからのアクションとかがこのスキルでしやすくなるかなと。マスターランクに合わせてちょっと下方修正を入れているものがありまして、挑戦者なんですがアイスボーンの進行でより上位版を用意するにあたって、全体的なちょっと慣らしをさせてもらってまして、レベル2、3、4、5が下方修正になってますね。開始の倍率をちょっと下がる形の下方修正になってまして、さらにその上位版で、ワールドの時の開始率以上のスキルが発動するようになっております。足されてる感じですか？そうですね、上にレベルが2つ足されておりまして、調整を入れさせてもらっております。会心率に関しての使用のスキルの調整のお話になるんですが、弱点特攻のスキルを下方修正させてもらってます。弱点特攻が、弱点部位に攻撃を当てることで、50% っていうかなり大きな数値が入っておりまして、ちょっと他の、会心スキルが候補に上がってこないという状況が発生してましたので、弱点特攻の方を下げさせていただきまして、見切りスキルの方を上げる形の調整を行いました。弱点特攻の方がもともとレベル 115%、2が 30%、レベル3が 50% だったところを 10%、15%、30% と下方修正入れておりまして、ちょっと仕様変更になるんですが、クラッチクローを使って肉質を軟化させた部位に関してはさらに追加でプラス 20%、レベル3に関してはそうですね、元の 50% になるという形の仕様変更を入れております。レベル1、2に関しては傷がついていれば、レベル1だとプラス5、でレベル2だとプラス15と、元の会心率に戻るような形の仕様を入れさせていただいております。で見切りの方は、レベル7までありまして、3、6、10、15、20、25、30という上がり方だったんですが、5、10、15、20、25、30、40という形の上がり方に変更しております。仕様変更のスキルの共有になります。ものによって下方修正とも捉えてしまうかもしれないんですが、火事場力というスキルがありまして、相手以下に体力がなると攻撃力と防御力に倍率がかかるというスキルになるんですが、ちょっとコンセプトに立ち返りまして、火事場力というもの自体が、生存性を高めるスキルとして機能させたいなというところがあったので、攻撃力倍率よりも防御力が上がるところにシフトした形の仕様変更を入れております。体力は減れば減るほど防御力が上がっていくという形で、もちろん攻撃力も上がるんですけど、今までレベル5で 1.3 倍上がってたところが、攻撃力が 1.15 倍ぐらいのちょっと抑え方にさせてもらっておりまして、でとはいえ、このスキルっていうのがタイムアタックとかをされる方が結構重要に使われてたスキルっていうことは理解してますので、今後のアップデートとかで、その体力のリスクっていうところを攻撃力に転換するような、スキルっていうのも今検討しておりますので、タイムアタックをされる方はちょっとそちらをお待ちいただく形になるかなと。おみそば適用のスキルが雪深いところにも適用されるような形の変更をしております。不屈の方が今までが弾索で2回死んでしまった後はずっと効果がかかり続けていたので、上限の時間をちょっと切らせていただきまして、発動性能は変わらず、効果時間が50分、1クエ分、普通のクエストであればほぼ問題ない、体感変わらずに
使って遊べいただけるかなと思います。はい渾身の方が仕様変更がありまして、スタミナマックス状態を維持することで会心率が上がるというスキルなんですけど、1時間と、効果時間っていうところを調整入れてます。っていうのが手数系の武器に関して言うと、1回こう一振りしただけでその効果が得られなくなってしまうので、ちょっとあんま有効じゃないなというところで、効果時間を若干伸ばす対応を入れているので、手数武器の人もこのスキルを使っていただけるような形に調整させてもらってます。会心率に変更はございません。はい最後がヒールミ軽減というスキルなんですが、こちらソチュコンでエキスを集めた時に発動するやつとの両立がなかったので、そちらにも意味があるように、してます。はいプレイヤーの方にも影響の強い相違があると思うんですけど、相違周りも少し、調整入れてますので、そのあたり、ちょっと説明させてもらいます。まず、天使の相違なんですが、仕様変更の方を入れさせてもらっております。もともとは、効果時間90秒でクールタイム300秒という形で、90秒間、モンスターの攻撃を無効化する形の相違になってるんですけど、今回ちょっと仕様の変更をさせていただきまして、モンスターの攻撃を食らうで、回避が発動するたんびに発動時間をちょっと短く縮めるような形の仕様変更を入れております。効果時間は120秒に延長させてもらってまして、クールタイムは変更なしで300秒で、一発攻撃を受けるごとに20秒マイナスするという形の仕様が入ってますので、5回ぐらいは、5回ぐらいはいける形の性能は担保しております。不意に食らう攻撃とかをね、そうですね、フォローしたいっていう仕様のもと実装している相違なんですけど、ちょっと、もうほぼ無敵時間のような形で運用されている部分に、少し調整をさせていただいております。少しだけゲーム性を持たせていただいております。次に、滑走の相違なんですが、こちらちょっとクールタイムが長くて使いにくいというところがありましたので、210秒から120秒に短縮させていただいております。次が、アサシンの相違なんですが、モンスター未発見の状態で、空中にいる時に攻撃を当てると、落下ダウンを取れてたんですけど、ヒルミに変更させてもらいました。ちょっと性能が強すぎるというところがありましたので、仕様の変更を入れております。ダメージを食らうと抜ける系の相違があるんですが、それがちょっと本当にわずかなスリップダメージとかでも抜けてしまってたんで、例えば挑発の相違が小気ダメージで抜けたりとかっていうことがあったので、その辺は脱げない形に変更しております。モンスターハンターワールドの方まだ遊ばれている方ももちろんいると思うんですけど、その進行の中で痕跡を集める状況があると思うんですけど、ちょっとそこで集める量っていうのを緩和させてもらってますので、進行しやすくなるかなと、レベルが上がりやすくなってる感じですかね。アクシデントスタートの方をちょっと仕様変更入れさせてもらっておりまして、アクシデントスタートが発生した場合は、対象のモンスターがいるエリアか、ちょっとレアなポップあるエリアのどちらかに落ちるっていう形になっております。これワールドからそうですね、修正がかかると。変更しております。マルチプレイ後に出る貢献度の方も、ちょっと仕様の変更してまして、自分の行った行動がそのまま反映されるような形の貢献度にしております。次はモンスターについてですね、一部ちょっと仕様を、調整している部分がありますので、その辺をちょっと説明させてもらいます。モンスターに関係するところの、変更箇所のお話をいたします。エリア外から、遠く離れた状態でモンスターを攻撃するっていうことが一部できた場所がありましたので、そこをちょっと塞がせてもらっております。エリア外から遠く離れた状態でモンスターにダメージを与えにくく調整を入れさせてもらいました。モンスターのブレスとかが回復強くさとかに当たると、そこで爆発してしまってちょっと不自然な見た目になっていたので、すり抜けるようになっております。瀕死の状態で巣まで移動したモンスターがプレイヤーの近くにいる状態でも寝てしまうっていうところがちょっと生態的には不自然だろうというところで、そちらもちょっと変更をさせていただいておりまして、プレイヤーがついてくるとその場で戦闘が続行されるという形の仕様になっております。寝かしたい場合はちょっと間を置いて、そうですね、エリアに入ってからちょっと間を置いて入るのが、今の仕様になりますね。フレンド関係といいますか、仲のいいっぽいモンスター
中とかね、はい、に関しては、お互いの攻撃で、ひるみにくく調整が入っております。レウスとレアが吐き合ってね、そうですね。細かいこともあったので、そうですね。なんかお互いに殺しちゃってるような目になったりとかもしてしまうので、今までちょっと不具合なんですけど、スタン中に基本的にはスタン値がたまらないような形にしてたんですが、一部ちょっと細かい場所でたまるっていう状況があったので、そこをちょっと塞がせてもらいました。体感的にはそんなに変わらないところだとは思うんですけど、ちょっと一部そういう修正を入れてますね。入れております。回上位の時に、マルチプレイだとちょっとモンスターが怒りやすくなっていたっていう、こちらも不具合なんですけど怒りやすくなる部分があったので、修正しております。なので、ワールドに比べてマルチプレイでも怒りづらくなっております。で一部のちょっとガードが困難な方向指定が入っていた部分を方向指定なくしてしまったので、ガードしやすく修正入れております。先ほどのそのレイヤーとかレウスとか、フレンド関係っていうに関係しているモンスターが、結構頻繁に合流してたんですけど、ちょっと合流確率調整して下げさせてもらってるので、ワールドと比べると合流しにくくはなってます。それでも呼ばれたら来るんですけど、どっちかがひるんだらすぐ来るみたいなのが結構あったんで、モンスターの見た目のお話になるんですけど、ワールドの方では傷が白いケバケバした形になったりとかする表現っていうのをクラッチクローを使った時の肉質の軟化の表現に変更させてもらってるので、そういう点でちょっと仕様が変わっておりますと。そうですね。なので基本傷がついてたら、肉質が変わってると、そうですね、いった感じで、捉えておいていただいたらいいかなと思います。最後にちょっとこれは下上位の方には直接関係ないんですが、マスターランクの方でちょっと仕様が変更されておりますというところのお話なんですけど、先行の方が、仕様変更しております。今までは回数で何回以上かけるともう効かないみたいな切り方をしてたんですけど、ちょっとゲームとしてそれは広がりが減っちゃうので、クールタイムを設けてまして、1回先行を与えると、次効くようになるまでに、ちょっと時間を取らせてもらって、その代わり何回でも効くような形の仕様に変更してます。なのでちょっと飛んでどうしようもない時にバッて使ってもらって、そこはしばらくやり取りして、ちょっとクールタイムが明けたらまた先行を使ってっていうような形の変更を入れさせていただきました。例えばレウスとかだったら最初は空中で先行しても落ちてくれるところが、徐々に体勢をつけていくので、先行しても落ちなくなって、その場で空中でとどまってるっていうような形になる、一旦はなるんですけど、時間とともに体勢がどんどん減っていくのでまた治療になるといった感じの調整になっているという感じですね。今度は施設とか、オプションとか、ちょっと全体に関わる、細かい調整範囲のことをちょっと紹介させてもらいます。お話しいたします。クエストの戻り先、自分がそのクエストを受けた場所に戻るのか、セリエナに戻るのかアステラに戻るのかみたいなところをオプションで設定できるようにしてます。アップディスプレイ周りですね、変更オプションを拡張してます。でそれに合わせてオプション関係なんですけど、起動設定だったりとか、その辺の設定も変更できる場所増えてますんで、ご確認いただければなと思います。輝度に関しては少し見え方が変わっておりまして、今までは輝度を上げていくとどんどん白く画面がなっていったのを、ちょっと色味をちゃんと残したまま、明るくなっていくっていう方に少し内容を調整してますので、若干今までと輝度を上げていった時の見え方が変わるっていうことはありえますので、ご注意ください。色覚特性を持たれている方に向けて、色覚特性のサポートオプションをつけております。細部までしっかりサポートしきれてない部分はあるんですけど、今までよりだいぶ見え方が、プレイしやすいような形になっているかなと思いますので、ご確認いただければと思います。そうですね。ある一定の色味がちょっと苦手な方々がちょっと調整していただければ、色味で記号を持たしている部分が見えやすくなると思いますので、シルベムシにカメラが勝手に追従しちゃう部分のオンオフ機能を追加してます。で合わせてカメラの速度だったりとか、タイプだったりとかっていうのも、拡張してますので、ご確認いただければと思います。すごいスピードのやつが追加されてるんですよね。そうですね。みなぎる速さで、この名前もっぽいですよね。そうですね。みなぎる速さ。開発スタッフがつけてた名前をそのまま採用させてもらいました。これに慣れちゃうとこれが一番いいっていう人が結構話は聞いております。
プレイヤーのシルエットがモンスターの反対側に入っちゃうと、カメラから見えにくかったりとかで自分の立ち位置が分かりにくかったりとかする部分があったので、シルエットが透過するオプション設定追加してますので、使ってみたい方はオプションの方で設定していただければ、ちょっとグレーな影みたいなものがね、こう透けて見えるようになってますんで、試してみてください。終了笛なんですけど、納刀中も楽譜が出る出ないの設定ができるようにしてますので、そちらも終了笛使われる方はご活用いただければなと思います。ジェスチャーとはちょっと別に、今回ビューモードっていうのが追加されたので、スクリーンショットをたくさん撮ってほしいなというところで、ポーズセットというポーズを連続で再生して撮影するときにちょっとそういう決め絵を作れるみたいな要素が追加されております。ジェスチャーとはちょっと違うポーズだけを撮るようなものなので、ある1個の項目を連続すると4つぐらいのポーズをいろいろ変わりながらやってくれるので、自分のお気に入りのポーズをプッて合わせてビューモードでちょっと眺めてもらったり、みんなでポーズ決めたりすると、いい絵が撮れるんじゃないかな、って感じですかね。合わせてジェスチャーとスタンプの方もいくつか追加してますので、お確認いただければと思います。音も一緒にやってくれるので、そのあたりもみんなで絵になると思います。キャラメイクの部分なんですけど、マイハウスとかでハンターの身だしなみの変更みたいな項目から、自分のキャラクターを、数値化して一覧化する機能を用意してますんで、自分のキャラはこんな数値だよみたいなのをやり取りしてもらって、そこから自分なりにカスタムしたりとかっていうようなことがしやすくなっているかなと。上手にねキャラメイクされてる方の真似したくても目合わせしないといけなかったりするので、そういうのも数字を 100% コピーすれば、その顔は再現できますので、お互い情報交換し合ったりとかしてメイクしてもらえたらなって感じですね。プレイヤー名のカラーっていうのが、ハンターランクによっていろいろカラーが変わってたんですけど、表示される場所によってちょっとルールが不統一だった部分があったので、今回そこちょっと統一させてもらっているので、ちょっとハンターの表示ネームのカラーが、変更になっている箇所があるのでご注意くださいと。次は切れ味ゲージの表示周りをちょっと変更させていただいておりまして、こちらも気づいていただいた方いるんですけど、匠をつけた時にどのくらい伸びるのかっていうのが切れ味ゲージの下の方にうっすらちょっと追加されているような形になるので、大体その武器の将来性が見える、ポテンシャルがちょっと分かるような形になっております。何色にどう伸びていくかみたいなのがちょっと分かりにくかった部分がちょっと分かると。今までハンターの身だしなみチケットっていうのを販売させてもらったんですけど、ハンターだけではなくお供の身だしなみも変更できるチケットっていうのを今回ご用意する予定でございます。でただ1点名前だけはちょっと変更できないので、そこだけご注意いただければと思います。これはハンターもお供も名前は変更できませんと。これはアイスボーンのストーリーの進行に入ってからの話になっちゃうんですけど、装備ボックスと、装備前セットでお供の装備ボックスの方の最大上限増やしておりますので、結構増やしてるかなり増やさせて、今回もらいました。かなり、十分な量は出ると思いますかなと思います。装備前セットの方に、重ね着装備も登録することができるように変更しております。今までは重ね着は別だったので、登録できなかったんですけども、もう重ね着も合わせて登録ができるようになる。で合わせて登録できるのと、あとカラーの設定も個別で、登録できますので、普通の装備と重ね着とでこの色とこの色みたいな形の登録が可能になっております。今までは装備の設定に依存して重ね着の方に色が決まっちゃってたんで、それが別にできますよ。別にできるようになっております。これちょっとご注意いただきたいところなんですが、重ね着の生産の方が今回加工屋の方に変更になってますので、調査資源管理所ではなく加工屋の方で重ね着の方を生産していただく形になります。プレビューも見れますしね。今までは依頼を受けるっていう依頼をクリアするっていう形で入手してたので、ちょっと見た目が入手するまで分からなかったりしてたんですけども、今回はプレビューで見た目も確認しながら生産することができます。ちょっと細かいところなんですが、生産したことのある5石の方にはチェックマークがつくようになったので、5石のレベルを上げていくと、これ作ったかな作ってないかなっていうのを加工なので分かりにくかったんですけど、それが今回分かるようにしております。装備変更のサブメニューを追加しておりまして、お供とプレイヤーの変更ができるようになってます。なのでお供の
装備変更も加古屋の方でできるようになっております。研究基地という拠点が、あったと思うんですけど、あちらの方に加古屋がちょっとなかったりとか、調査資源管理所がなかったりとかで、拠点としては使いにくい部分があったんで、ワールドの方の一定の進行以降から、ちょっとお使いという形になるんですけど、加古屋の使いみたいな人が来て武器防具が作れたりとか、バウンティの管理ができたりとかっていう形の NPC を追加しております。研究基地をベースにクエスト行ったりっていうのも多少はしやすく、なりますね。で、ハンターノート生態研究所もそうなんですけど、今回ちょっとモンスターがバッと増えましたんで、1個の項目にまとまってるとちょっと検索がしづらいだろうというところで、ハンターノートと生態研究所の方を大型モンスター、小型モンスター、環境生物って形で入り口を分けさせてもらってますので、変更点ご注意いただければと思います。ちょっと今まであったところと別のところになってしまってるかもしれないんで、そうですね、確認してみてください。調査クエスト関連なんですが、受注所の方に危険度の表示を追加しました。今まで危険度によってちょっと一部報酬が変化するものがあったので、危険度を表示することで、どのぐらいの危険度のモンスターかっていうのが分かるという感じですね。調査クエストの管理のリストの方にも、特別報酬枠がどんなものなのかというのが分かる表示を追加しております。登録済みの調査クエストを残して、他のすべての調査クエストを削除するという機能を追加しております。調査クエストの、保持可能数、登録可能数の方も拡張させていただいております。環境生物の方にも、サイズが入るようになりました。で金環サイズの環境生物がいたりとか、いろんなことを、環境生物取っていただければその辺なかなかのそんなにたくさん環境生物を取れっていうトロフィーは用意してないので一応関係するトロフィーはあるんですけど、ある一定の金環を揃えるとトロフィーがもらえる。トレーニングエリアの方で体験版の方をプレイしていただいた方はもうご存知かもしれないんですが、4段目、プレイヤーが与えたダメージというのが表示されるようにしております。スリンガースリンガーの弾とかも、トレーニングエリアで拾えるようにしておりますので、効果とかが分かりにくい弾とかがあったので、その辺もトレーニングエリアで試していただけるようにしております。アイテム販売価格に変更を入れさせていただきました。生命の大本陣とちょっと別の、効果の高いアイテムが出てきたところもありまして、生命の粉塵の方の売却価格を310から190に変更させていただいております。ロビーセッション周りですね、ネットワークのマルチプレイのロビーセッション周りもいくつか回収入れておりまして、募集部の設定可能数を1枠から2枠に増やさせてもらったのと、検索のバリエーションとかも追加させてもらってまして、あと部屋番号の方が、12桁がドンって出てたのでちょっと分かりにくかったところがあるんで、4桁4桁4桁の結局12桁入れないとなんですけど、部屋数数にどうしようもなかったんで見やすい、多少は見やすくなるからという対応入れさせてもらっております。ラグインボーナスの受け取り時間がちょっと変更になっております。ワルノの方では日本時間の朝4時だったんですが、全世界合わせる形になりまして、日本時間の朝9時に変更されておりますので、ご注意ください。9月の6日からになります。一部ですけど、主だったものを紹介させていただきました。細かいところはまだ公式の方に上げさせてもらおうと思うので、また細かいところを追いかけてもらえればと思っております。6月の、ベータテストを、踏まえてですね、たくさんの方に遊んでいただいて本当にありがとうございました。でいろんな、フィードバック、いただきまして、その中でちょっと一部、非常に声の大きかった部分っていうのを、こちらでも十分に、吟味させていただいて、ちょっと調整の方を入れようかなと思っております。ガンランスの新アクション周りなんですが、こちらがちょっと開発家が意図したように機能していない部分が見られましたので、皆さんのご意見しっかりと聞かせていただきまして、再度ちょっと調整を入れようかなということを今検討しております。使いやすく今かなり、プレイヤー班がね、慎重にやっておりますので頑張って調整しておりますので、これは製品版では、発売日当日の、アップデートで、バージョンアップされますので、期待をしていてください。
はい、以上でアイスボーンが、発売された以降ですね、ワールドの方にも修正がかかる、項目を、一部、紹介させていただきました。細かいところは全てではなくて、細かいところを全て公式の方にも、上がってますので、どういったところに、調整修正が入っているかっていうのを、また確認していただけたらなと思います。それではここで商品ラインナップのおさらいをさせていただきます。モンスターハンターワールドアイスボーンは2019年9月の6日金曜日全世界同日発売となっております。すでにモンスターハンターワールドをお持ちの方はこちらの商品をストアでご予約いただくことで発売日からアイスボーンをお楽しみいただけます。これからゲームを始める方はゲーム本編とアイスボーンがセットになったマスターエディションがおすすめです。ご予約はお近くのお店にお問い合わせください。さらに重ね着装備やジェスチャー、スタンプ、マイハウスの家具などが含まれるデラックスキットがセットになったデジタルデラックスも予約受付中です。これらの商品ラインナップのすべてはご予約または早期にご購入いただくことで限定特典ゆくものシリーズの重ね着装備を手に入れることができます。商品ラインナップの詳しい情報は公式サイトをご覧ください。アイスボーンのクエストを遊んでいただくにはですね、モンスターハンターワールドのエンディングを迎えてですね、ハンターランク16以上になっていただいておく必要があるんですが、まだですねアイスボーン発売日のタイミングでですね、エンディングを迎えてない方もおられると思います。そういう方にですねおすすめする装備をご紹介します。ガーディアンシリーズという装備なんですけども、生存系にしっかり振られたスキルが実装されてまして、で防御力もかなり使えるランク帯では高い防御力になってまして、しっかりと鎧玉で強化していってもらえればワールドの進行の結構終盤近くくらいまではしっかりと、使える防具になってますので、これを使ってワールドを駆け上がっていただくということができるかなと、マスターランク遊んでいるユーザーさんと合流できるような形で使ってもらえればなと思っております。お助け報酬枠というのを、1枠なんですけど、作ってます。マスターランクのユーザーだったら、上位ランク、下位ランクで、上位ランクのユーザーさんだったら、下位ランクのユーザーを助けられる側が受注したクエストを一緒に受けることで、1枠なんですけど専用の報酬が出る枠を追加してます。助ける側のランク帯に合った報酬がもらえるような仕組みになってます。ですのでぜひ、上のランク帯の方もですねいろんなプレイヤーのことの手助けをしていただけたらと思っておりますのでよろしくお願いいたします。はい、またですね初心者のサポートをたくさんすることによってトロフィーも獲得できるんですね。そうですね、はい、アイスボーンにアップデートされたユーザーさんであれば、専用のトロフィーが手に入るようになってます。で、そのトロフィーとですね紐づく形でチャームという性能はないんですけど武器にちょっと飾れるひらひら舞うものだったりとかっていうのを助けることで手に入ると。チャームの方は他にも入手する場所があるんですね。はい、お助けだけではなくて、ゲームを進めていくことで手に入るチャームもありますし、その条件が揃ったら過去屋に行ってもらえれば過去屋の方でチャーム作ってつけてっていうことができるようになります。結構バリエーションも豊富なんで個性出しに使ってもらえればなと思っております。はい、今回の映像は、以上になりますが皆さんいかがだったでしょうか。これからの情報にもご期待ください。それでは最後はいつもの挨拶で締めたいと思います。いきます。はい、人狩り行こうぜ。